兄ちゃんたちは？はい。お兄ちゃんたちは？多分シア今買い出ししてる。そう。で、ケイさんがジムです。ジム？はい。あ、そうなんだ。お湯ぐらいは多分やってたらいいかなと。よいしょ。お帰りなさい。そうっす。買い出し。はい、どうし大丈夫です。買い出しってきましあ、買い出し。た。はい。びっくりした。俊太が一人しかいなかったから、はい。びっくりし買い出しです。た。可愛いバッグだね。あ、これ3月場所で買いました。買ったの？はい。で、なんか、ちょうどなんか入れ物が欲しくて。うんうん。で、黒屋さんっていうかなんか、ちょっとなんか安いお店行ったら、この服があったの。買いました。可愛い。それと何やってんの？お湯沸かしてる。鍋作るでし鍋作るけど、ケイさん何もやってないんだよね、味付けて。鍋なんですメニューは？けど。メニューは、とりあえず筑前煮を回して、で、厚揚げの甘辛炒めと、ピーマンの肉詰めと、一品乗り出し鮭のムニエルにしようかなと思ってます。でとりあえず最初、ょ。アントニシティ？あれわかる？フードなんとか。あれで、ブームチョッパー？そう、それで胸肉を粉々にするから。ブームチョッパーでもさっきニンニクのやつあったよね。でかいやつ、中のさ、ニンニクだけさ、中に移しちゃう？ブームチョッパーだよね、こそうだね。チョッパーだね。れ。ですよね。よく寝れた？自分でやってないです。何してたの？もう、ぼーっとしてたっす。スマホいじりながら、はい。ゴロゴロしてたっす。なんか、あんま眠くなかったっす。昼寝しちゃうと、だいぶあれなんですよ。夜寝ようと思った時寝れないんですよね。繊細だもんね。繊細っすか？繊細ってどういうことですか？ナイーブだもんね。難しいっす、ちょっと。いや、重量になったらさ、はまず誰に報告したいとかってのある？い。やっぱ両親ですね。両親？はい。それが一番ですね。一番最初は絶対。なんて言うの？いやもうなんかおかげさまでって言いますね。やっぱ、今までずっとなんで育ててくれてたんで、おかげさまで重量上がることできましたっていう報告は絶対したいですね。はい。その次は？その次ですか？でもまあ両親含めおじいちゃんですね。自分は小さい頃から、自分結構おじいちゃん子だったとこあったんで。おじいちゃん子？はい。あれ、おじいちゃんが小滝山さんだっけ？ひいおじいちゃん。ひいおじいちゃん。はい。もうひいおじいちゃん、まあそうですね。小滝山さんもやっぱ力は強かったですね。あ、そうなの？はい。腕相撲とか勝てなかったですね、僕。ああ、昔ね。はい。今はさすがにね。今はさすがにですけど。合わない？してわからん。そういった関取になったら誰に最初に報告したい？自分もやっぱ親と師匠ですね。あと監督もあ、これをはめてなかった？全然そうよ。そうだ、俊太、胸肉細かくやっちゃって。そうだよ。急ぎ。おお、来た。なんかスポーツ選手ってさ、ゾーンに入ったりするって言うじゃん。そういうの相撲でもあるの？ゾーンに入ったりするとあれですよね。自分の調子いい時のゾーン。なんかそう。なんかすごい今集中できてるみたいな。体が自分の思う通りに動いてるとかなんか。どうなんですかね。そういうゾーンみたいな。じ
やっぱ自分のあれじゃないですか、その型型相撲の型うん。を見つけ出した時じゃないですか。だから自分にはこの相撲が合ってるとかあんまいないかもしれないし、もこの大会調子良かったなとかはあったっす。おおおおクロードか。どんくらい？だいぶいっちゃっていい？だいぶいっちゃっていいですか？鶏胸をひき肉にひき肉に？そうなの？ひき肉にでしょ。胸ひき肉。もうひき肉じゃない。はい、だいぶいいっすわ。ね。どう？いい感じ？よくね？ちょっと。じゃあこのボール投げてくんない？ちょっとなんか面白い漫画とかないの？漫画っすか？漫画見ない？漫画見ないんすよね。何してんの？ぼーっとしてる時とか。ぼーっとしてる時っす。でぼーっとしてんのか。はい？ちょっと時間できた時とか何してんの？ちょっと時間できた時はゲームですかね。まああとは YouTube 見たりとかさ。YouTube 何見る？ YouTube は相撲を見るんですけど、うん。でもやっぱ相撲多いっすかね。高校生の相撲とか、うん。あと大学生とかうん。見ていろいろ学んだりするっすね。相撲しか見ないですね。YouTube は本当にそう。企画とか見ないかもしれない。相撲面白い。相撲面白いですね。見て自分相撲好きだなって思う瞬間ってどういう瞬間？相撲好きって思う瞬間ですか？うん。 K さんとか兄弟とかで相撲の話してる時とかですかね。どんな話してんの？相撲の話。でもこの間の大会誰々強かったなみたいな、誰々優勝したねみたいな話し自分だったらこうするみたいな話するの？ます。まあ自分だったらあそここういったなみたいな話をするっすね。あといろんな選手とか力士の真似したりするんです。どんな真似？しことか？まあ四股の踏み方とか、なんか相撲の取ってる時の癖とかですかね。深夜のモノマネできないの？深夜のモノマネですか？深夜のモノマネ。深夜かケンちゃんかモノマネできないの？深夜だったら構え方とかお前やってんじゃん。構え方とかなんかよく真似してんじゃん俺も。深夜だったら、まあここに尊敬して相撲取る時あるじゃないですか。こうやって尊敬して相撲取る時大体深夜はこうやって手を。はいこうやって、最近はこうやって先好きでこうやってやるんです。場所とか見れば分かるんですけど、手をこうピロピロピロってやるの？いやもうやるときはやらないでください。でもたまにこうやってやるんです。でこうやってやるんです。動画見ればわかるんですね。ピロピロ？そうだね、こうやってやるよね。かも。場所の動画とか見ればわかるです。やってんなーって思うんです。だいぶぎゅうぎゅうでちょうか。自分好きなんですよね、ピーマンの肉詰め。いいよね。これ作ってくれる人がいたら、もうあれですね、お喜びですね。何？泳ぐ？大喜びです。大喜び？はいでこれ下向きにして次どうかな、まだかな、もうちょっとか。熱っ。
一回切ってから味付けっていうか上からもう一回かけます。あんまり見ないですから片栗粉つける。わかんない。焼くときはね、意味あるね。そうっすよね。うん。餅巾着。火通ってそうだけど。餅巾着。片栗ですか？片栗。これ前言ってたよね、なんか。その話しましたっけ？なんかケンちゃんが言ってなかった。あれですか、片栗の話ですか？片栗って言ったら、餅巾着ってなんか言ってたよね。言ったかもしれないです。ね。はい。ワンピースの片栗です。で、味付け、後で、この汁絞って、山賊焼きのタレ、まあ焼肉のタレですね。この上から、はい、ソースかけます。けどソースかけていいですか？ソースかけて良さそうっすか？良さソース。ちゃんとはい。今って鍋にほうれん草とか入れろって言われてんだよね。入ってはいるね。ほうれん草となんだっけ？ニラ？小松菜、まあニラもだね。こっちから入れて切れば切りやすくなる。教えてもらったんですよね、これ。こっちから切れば切れやすくなるよみたいな。そうなの？先に下をなんか落とさずに切った方が切りやすくなるよみたいな。あ、そうなんだ。はい。へえ。切りやすいの？切りやすいと思います。ちょうどここでこうなんか持てるんで。すごい、緑がいっぱい。そうですね。具だくさんでいこう。これ全部鍋？はい。これは全部鍋です。とりあえず大根先にやって、次肉行きたいけどまだあれやな。この子どうなんだよ。キノコはねあった方がうまいから。鍋？はい。そうだね。そうっすよね。ちょっとお給料っていうのかな？何？二場所に一回もらうのなんだっけ？お給金？給金です。お給金は？給金ですね。お給金何に使ってるの？適当になってから給料ってなるんですね。自分給金はほとんど使わないかもしれないです。使わない？半分は絶対残るかもしれない。半分ちょいか半分は必ず貯金で。はい。自分もそうかもしれないです。自分で使うのは半分ぐらい。まあ人によるんですけど。なんで半分なの？いやまあ使っちゃうじゃないですか。ちょっと残しておきたい。残したい。あ、そう。銀行にちゃんと入れてるっす。二月に一回食べているって感じ？まあそうっすね。はい。で本当に欲しいのがあった時はしょうがないですけど。最近だと何買った？最近高いものですか？サライトキットのそれとりあえずパーカー？まあそろそろ届くと思うんですけど。それとあと何やろ最近買った高いもの。最近お金使ってるの飯食いぐらいしかないわ。俊太はジョニダンでお給金どんぐらいもらえてるの？7万まあそうだそんぐらいだった気がします。7万ぐらいだった気がします。？7万ぐらい。はい。なんでも7万で2ヶ月なんだね。まあそうですね。まあそれ以外にも祝儀とかもらえてるんで。いろいろね。はい。勝ち星。まあそれもあるですね。はい。なんでだいぶいい方だと思います。いい方。はい。新年は3段目でどれぐらいなの？9万とかですね。？2万違うの？はい、だいたい9万ぐらいです。でそれプラスご祝儀とか勝ち越しの。そうっすね、やっぱ勝ち越したら
そうですね、ちょっと多いかもしれないです。場所休み中に大体買い物とかお金使うじゃないですか。場所休み中って本当にお金使わないんで僕。あ、そうなんだ。本当旬だと同じでご飯食べる時の代金とかしかかかったり、あと本当に欲しいのある時ぐらいしか使わないんで。場所休み以外ではほぼ使わない？ほぼそれ以外だったらやっぱり、捨て猫とかがちっちゃくなったら捨て猫買いに行ったり、あとは新しい浴衣作ったりとか、そういうのでお金使うかもしれないです。あとは本当にご飯ばっかです。ご飯あと代が多い。ちょっと水族館とか出かけたりする時とかで水族館。はい、使うぐらいですかね。なんかハマったりしたら結構そういう時に使うかもしれないんで、自分の趣味とかに使ったり。あとやっぱあれですね、高校の時とかは、自分が欲しいのあったら、その欲しいものだけを集めてた時期があったんで、やっぱ、そう考えたら今はちょっと控えめになったのかな。何集めてたの？あ、でもやっぱ乃木坂の CD とか買ってたんで。握手会とか行ってたの？いや、握手会は行ってないです。行ってないんですけど、中になんか写真が入ってるんですよ。そのランダムでメンバーの。それでなんか地引きしたくて、毎回新しい弾が出たら買ってたっすね。何枚ぐらい買ってたの？あ、でもだいぶ買ったかもしれないですね。古いやつから CD ラック3つ分ぐらいあったんで、こんぐらいのラックがあったら、こんぐらいのラックがあったら、それで3段ぐらいあったんです。同じの何枚ぐらい買うの？あ、同じやつは1枚だけです。あ、そうなの？その1枚買って、自分の好きなメンバーを当てれるかっていうのが。誰だっけ？はい。誰だっけ？いやでもまあいろんなメンバーいました。なんで言わないんだよ。山下美月さんとかも地引きしたことありますし。誰が好きなんだっ自分その時はヨダちゃんが好きだったんです。け？今は違うの？今はそんな乃木坂見てなくて。あ、でもこういうのって言った方がいいんですかね。今でもまあ乃木坂を応援して。いやどっちでもいいけど。いやでもまだ好きでしょでも。まあまあそうですね。まあ嫌いではないんで。嫌いではない。なんか引っかかるの？なんか歌とかはよく聴いてます。好きなんでしそうですね、はい。今でもまあ好きです。ょ？嫌いではないって何？いや前と比べたらってなっちゃうっすね。いやでも番組とかもそんな見てなかったんで。好きでしょ？はい、今でも好きです。シン君も買ってたじゃん。そうですね、ヨダちゃんの買いましたね。ちゃんとラストのやつ。はい。推しって大切だね。そうですよ。推しの存在って。はい。高校の時逆に、そのおかげで頑張れてたかもしれないです、自分は。そうだね。1週間頑張って日曜、大体あれじゃないですか、日月土日が休みじゃないですか、学校で。土曜日は部活があったんで絶対、で日曜が基本休みだったんで、でその次の日の月曜から学校じゃないですか、でその日曜日の夜にやってた番組を見て、明日も頑張ろうかみたいになってたんで、それ毎週見て。それまあほぼ毎週見て、元気もらって。そうですね、まだ頑張ろうみたいな感じだったですね。結構旬だと見てたっすよ、よく。そうだもん見てた。録画してたんで、一緒に見てた。でなんかバナナマンさんとの、その番組だったんで、めっちゃそのバナナマンさんも好きだったんで僕、それでやっぱずっと見てたっすよ。シュンタは誰推しだったのその時？乃木坂ですか？誰だったっけ？シュンタは西野七瀬とか。西野七瀬さんか。シュンタはいつから K-POP 好きになったの？ K-POP ですか？もともとちっちゃい頃、まあちっちゃい頃って小学校ぐらいですけど、僕はまあTWICE が好きだったんですけど、もう一回普通に K-POP がもう興味なくなって、でその小6から中1中2ぐらいまでが大体乃木坂だったんですね。深夜と一緒にハマって、でなんか途中からやっぱだからどっか行って中3になって、どっか行ってって何？乃木坂じゃなくなって、どこに行ったの？ K-POP 行ったんです。あ、そこから K-POP？だから中3ぐらいにいたんですよね、友達に K-POP が好きな友達がいて、
いろいろ話聞いて、K-POP もあんまもうなんかもう中3はもうアイドル自体があんま興味なかったんですよ、だからなんか最初は別に好きにならないよみたいな感じだったんですよ、だからもうなんか話聞くうちに、なんか気づいたら、見てたんですね自分で、その子はちょうどルセラフィム好きだったんで、自分も一緒に見始めて、好きになっちゃった。はい、だからまあいろんなグループも、今興味あるようになって俊太、塩鍋って出たっけ最近。た。はい、塩鍋。塩出てないんじゃない？塩出てないよな。塩鍋にしよう。あとは？あとごま油と。これが？めんつゆですか？めんつゆ入れるの？あ、かつおだしでいいんじゃない？あれっすよ、塩っすよ、塩。ヒデさん、塩っすよ。ヒデさん、どう見てないですよ。ヒデさん、塩だよ。もっと入れてる。15歳ぐらい。ケンちゃん関取になったら一番最初に誰に報告する？親じゃないですか。あ、師匠。あ、師匠。はい。来たわ。これだ。これだ。完成？はい、鍋完成です。豆腐？あと豆腐だけ入れて完成です。じゃあ今日ジム何したの？トレーニングです。上半身。上半身？はい。懸垂みたいなやつあったんです。懸垂みたいなやつ？懸垂なんか補助入って重り入ってやるやつわかるですか？こうやってやると間にこうね重りがつけれるやつ。自重じゃなくてわかんないですか？わかんない。踏み台があって、そこに登ると、なんていうんですか、その重りが上がってその板が下がるんですよ。だから自重じゃなくてもう何ちょっと助けられる補助される懸垂みたいな。膝をついてやるやつ？膝もつけるし、もうこのまま取ってもできるやつです。あとこれこれあるじゃないですか。これです。ディップス？はい、やって、あとなんか重くなるこれ引くやつとタンクがついててあるんですよ。その重さを調整できるみたいな、空気圧みたいな。それのこれでこれやって、あとプランク腕立てみたいなやつあるじゃないですか。プランク腕立て、それやって、あとロープです。ああ、ロープ、お決まりの、最後みんなロープやるの。で終わりました。だから体重重いから懸垂自重じゃきついのか。自重じゃきついですね。そうだよね。斜めでいい？はい、斜め切りで。もうこれ終わったら炒めていいの？舞茸？それ。舞茸ご飯とかうまいっすよね。舞茸ご飯ってうまいです？うまいっすよね。まいです。じゃあ何作るの？厚揚げの甘辛炒め。甘辛炒め。あ、それに舞茸入れるの？はい。じゃあ舞茸と厚揚げと長ネギだけ？はい、の甘辛炒め。甘辛炒めね。はい。今日はあれだね、深夜がメニュー考えたんだね。そうそう。ケンちゃんがジムだったから。はい。成長ですね。僕も何も作れなかったですからね。昔は？はい。卵焼きさえ作れなかったんですよ。もう一回行きたいんですよね。この前も言ったっすけど。めっちゃ揚げ物食ったお店覚えてるんですか？テレビの撮影の時？そうっす。でもあれ、奈良っす。奈良だよね。行きたいの？いや、僕行ったんすよ。行ったの？去年かな。老関と巡業出るってなってて、僕が付き人でみんな帰っちゃったんですよ。部屋のみんなが。僕自由じゃないですか、あっちで場所休みなんで行ったんですよ。したら
Google で営業中って書いてあったんですよ、行くじゃないですか、なんか事情で休み、臨時休業みたいな。はいマジかよみたいな、ここまで来てみたいな、で宿舎の近くの、なんか宮神社みたいなやつあったじゃないですか、に行って帰ってきたっす。言ってある俺が。ケンちゃん、トゥワイス熱はもう冷めたの？冷めましたね。今何なの？推しは何なの？特にないっす。え？特にないっす。特にない。最近ハマってるやつですか？最近ハマってるの木村カエラっす。木村大河。木村カエラさんです。木村カエラさん。は何にハマってんの？い。マジックミュージック。マジックミュージック。マジックミュージック。急にいいだね。はい。なんかで流れてきたの？そうっす。で、昔聴いてたなと思って、お母さんが聴いてたんですかね、確か。お父さんも聴いてたのかな。で、なんか、うわ、この人懐かしいみたいになって、で、YouTube とかで、調べてライブ映像とか見たりしてたら、結構ハマってたっす。それは歌にハマってるって感じ？歌っすね。歌とか、そうっすね。結構ライブ映像とかあんまり見ないんですけど、TWICEとかハマってた時は、めっちゃライブ映像見てたっすけど、一人とかで歌ってる人とかのやつはあんまりライブ映像見ないんですけど、その歌に限らず結構見るようになったっすね。靴を鳴らし高く高くジャンプしてって知らないですか？わかんないね。あなたにかけるマジックミュージックって。いや、わかんない。でも愛もなくバタフライしかわかんない。で僕がそれ聞いて、懐かしくねって深夜に言ったんですよ、そしたら確かに懐かしいみたいな、めっちゃ前に聞いてたってマジ小学校とかだと思うんです。そういう小学かき醤油ってなんだろう？かきのかきだし醤油、エキスが入ってるの？はい。こんなもんかな。うまそうだね。これ居酒屋で出てきたら絶対うまいやつだ。うまいですね。多分見たら出てくるんですけど、ちょっと待ってください。これだけで美味しそうですね。そうだね。全然思ってないじゃないですか。じっくり焼いて。どんな歌？レモンドです。これムニエルのムニエルのケベです。よし。完成です。また3つで十分ですよね、多分。僕自分が焼くときはもう最初からバターでやってたから。いや、そうしようと思ったらすっかり忘れてました。大体梨やるとき何個切ってるの？いつも。いつも大体10ぐらいですかね。10？はい。優しいやつ。なんだろうね。膝めっちゃ痛いよ。なんなら俺のおばあちゃん元俺の小4ぐらいが住んでるマンションに住んでる。全然腹減ってないし、なんでなの？何時ぐらいだった俺ら飯食いに行った？ 2時丸亀。 2時丸亀だった。あれからうどん食いに行った。はい。へえ、すごいじゃん。
ちょっと用事して、用事っていうか、まあ、クリーニング行って、ちょっとご飯食いに行こうかって言って。すごいね。その警部。藤宿君の治安を守ろう。何だったら金町プラスの治安を守ろう。それどうですか、厚揚げ。それ前これそれだ。これ朝食った。それケンちゃん。やっぱり。うまい。帰ってきたらさ、並んでらっしゃるよ。ある。そういうの。東大教育処分してくれ。ジムいつ次金曜木曜か。で金曜日クリーニングでおかしいよ。俺は1週間かかってやる感動ですか。どうします。まあその時はその時です。頭一発で全然緊張しなかったよくこれ作れますよね。何やってるか全く分かんないです。分からない分からないです。そうですよ。なんか味付け。味付けですか。中華の動画見たんですよ。ああ、はいはい。町中華行ったやつ。はい。ケントめっちゃ厨房見てたっす。覗いてた。すごいと思ったっす。いっぱいこぼす。野菜とかも食ってるし。ご存知やんな。友達が食べたんだ。忍者だって。忍者じゃない。1期、2期、3期、4期と分かれてます。忍者ってそうなんですね。味の感じなんか。水を出します。換金でだいぶ帰ってくる。あら、男の子ですか。換金1月に帰ってくるのかな。若い人ですか。これ自然が生んだまろやか天然水です。セームス酸種。この釣りぐらい。はい、やったー。あれ、いたっすか。こうかな。工場でこう来てるとわかんない。本当そうか。あ、そう、これ使おう。なんかな、この部屋の
体重どう？まあ変わらず？いや増えてきてます。増えた？は1、2キロ。い。まあ1週間ぐらいで増えたんで1、2キロ。まあ週が重なることに増えていけばいいかなと思ってます。目標は何キロなの？次の場所。いやもう最終的にはもう135ぐらい行きたいですけど、次の目標100、いやまあいやあんま考えたことないかもしれないです。今何キロだっけ120です。 ？22？ 120ぴったりぐらいです。ぴったり。次まあ120はあるんだ。はい。もうちょっともう最近筋肉痛だらけです。心地いいんじゃない？はい。心地いいでしょ。まあすがすがしいですね。疲れるですけどやっぱ筋肉痛がかかったら嬉しいですね。効いてる感じがします。まあ最近クレアチンとか飲んだら新しく飲んでみたんですけどだいぶ体でかくなった気がしますね。ちゃんと取るもん取ってでかくしたいです。あの人たちはあっという間に早く週に2回ぐらい出張出せる。あれやんないやな。週2個ぐらいなんで。今がまあそうだ。父さん、なんで？これ？なんだよ。結構何個食べたの？2個。別にもういいでしょ。食っていいですか？どうこれ？いいですか？あ？いいの？タレかけんの？はい。美味しそうっす。タレ飯？いや、太るっすよ。体でかくしたいのは太るっすよ。いや、うまいっすよね。やっぱ
交換も出るんですか。最近一緒に行ってくれないです。そうなんで一人でじゃあ行ってる。はい。まあ一人も一人でいいっすね。まあそうだよね。そういうのが集中できるでしそうですね、集中しすぎちゃうっす。ょ。やりすぎちゃう。はい。やりすぎちゃうやり。すぎちゃうっす。なんか機械見たらやっちゃうっす。行くまではマジで悪いっすよ。メニュー終わったら、もうちょいやろうかなみたいになっちゃうんで、一人じゃちょっと危ないっす。最近ちょっと行ってくれないっす。ジムやめたんだ。休暇やめちゃったっすね。自分は言ってるっす、ちゃんと。目標があるんで。そうだね。はい、言っといてください。いやいや、言う立場じゃないんで。いや、昨日足の日だったんで、しんどかったです。足しんどいよね。はい。何種目ぐらいやるの3っすね。いや、まあでも、やっぱ、相撲は瞬発力なんで、まあ、回数5回から3回にして、まあ、そのできるぐらいのさ、ちょうど、まあ、プラスもう1回できればいいかなみたいな感じでやったっすね。なるほどね。まあでも程よく頑張れば、負けてもまあ程よいから、あと 5% 頑張ろうみたいになるんで、まあ程よく頑張ってます。やっぱやりすぎて負けると悔しすぎるんで、メンタルくるっす。ダブルも絶対集中しないと。ゲーム始めてうまいこといかないことが大事だよ。ゲーセンのところにこっち側にショッピングモールだからそういうことはもうあるゲーセン行くときになんかすごいでかくなってる気がする。どこがですか？腹っすか？腕、肩。太かったっこいつ今日ちょっと寒いじゃないですか。なのにもうこれで行くんですよ。見したいんで。で今日工事してて工事の警備員の人に体大きいねと褒められて喜んでるんですよ。なんて言われたんだよ。ごついねと褒められました。嬉しいですけ？嬉しいね。こっちって言われたら。頑張ってトレーニング稽古してるんで。そこは強くなりたいからです。そこっすか。なんで人参そんな食べる？強くなりたいんで。余ってるからだ。どうしてどうも注射お梅ちゃんようこそお待ちしてました。お預かりします。よろしくお願いいたします。お預かりしますっていいですね。お預かりしますですよね。大切な息子さんを。ない息子なんですけど迷惑かけると思いますけど頑張ってね。はい。お家になるんで。一生懸命精進させていただきましたのでよろしくお願いします。